今日はみんなに3度見たら死ぬ絵と言われている一人の画家について話したいと思う。名前はズジスワフ・ベクシンスキー。ポーランドが生んだ天才芸術家だ。彼の作品は一度目にすると不気味だけど目を引く。二度目に見るとなぜか心に残る。そして三度目にはなんて言われるほど強烈な印象を与えるんだ。でもそれくらい彼の作品は見る者の心を揺さぶる。ここからは彼の人生や作品の魅力、そしてなぜそんな噂が生まれたのかを一緒に探っていこう。まずは君に問いかけたい。ベクシンスキーの絵を一度でも目にしたことがあるだろうか。もし見たことがないならこれを機に覚えていってほしい。例えば彼の代表作の一つに骨のような構造物が並ぶ荒廃した風景がある。荒廃した空間にそびえ立つ建物のような形状はどこか現実離れしていて夢の中のような印象を与える。これは単に怖いだけの絵だろうか、それとももっと深い意味を感じるだろうか。彼の作品には見る者の精神を蝕むといった言い伝えがある。その理由は明らかではないが、いくつか考えられる要因がある。一つはその絵の不気味さが見る人の心に強烈な印象を残すからだ。二つ目は彼の絵が心の奥底にある不安や恐れを無意識のうちに引き出すからかもしれない。そして三つ目は彼の生涯そのものが作品に不吉なオーラを与えている可能性だ。彼の絵の中でも特に有名なテーマは荒廃だ。瓦礫の中に佇む人影のようなもの。そして無機質な大地。これらのモチーフは彼が生きた時代背景とも深く結びついている。ポーランドは彼の生涯を通じて戦争や占領といった苦難を経験した。これらの記憶が彼の心の奥底に影を落とし、キャンパス上で表現されたのかもしれない。一方で彼は自分の作品に直接的な政治的意図や社会的メッセージを込めることを嫌っていたという。だからこそ見る人によって解釈が自由なんだ。例えばこの作品、これを希望と見るか終焉と見るかは君の自由だ。君ならどう感じる？ベクシンスキーの絵にはよく人間のようで人間ではないキャラクターが登場する。骨のように痩せ細った体、顔がないかあるいは覆われている姿。これらは恐怖を感じさせるが同時に不思議な静けさもある。彼の作品の中には風景だけが描かれているものもあり、それらはどこかで見たことがあるとなぜか感じてしまうんだ。これは彼が夢のような空間を描くのが得意だったからだろう。夢の中では現実の法則が通用しない。ベクシンスキーの絵もそうした夢の一部のように感じる。次に注目したいのは彼の色使いだ。ベクシンスキーの作品には黒や灰色、血のような赤といった重たい色が多く使われている。一見すると暗い雰囲気だが、その中に鮮やかな青や金色が差し込むことで不思議な美しさが生まれているんだ。彼が色をどう選んでいたのかは明らかではないが、色彩のコントラストが感情を揺さぶる要因の一つだろう。暗闇の中に光を見るような感覚、それを色使いで巧みに表現しているんだ。ベクシンスキーの絵を見ればそんな感覚を味わえると思う。彼は自分の絵について解釈されることを嫌っていた。この絵にはどんな意味があるのと問われると、絵はそれ自体で語るべきだと答えていたそうだ。この考え方はとても興味深い。多くの芸術家は作品にストーリーやメッセージを込めるものだけど、
彼はあくまで見る人の自由に委ねていたんだ。これって見る側にとってはかなり挑発的だと思わないか？見るたびに新しい発見がある彼の絵はまるで迷宮のようだ。彼は悲劇的な人生を送っている一人でもある。1998年、妻ゾフィアが亡くなり、その翌年には唯一の息子、トマシュが自ら命を絶つ。この二つの悲劇は、彼の心に深い傷を残したと言われている。その影響か、晩年の作品には一層の暗さが加わったように感じる。色彩は赤や茶色が中心になり、描かれるモチーフも崩壊や絶望を象徴するようなものが増えている。特に十字架をテーマにした作品群は、彼の心の中で湧き上がる苦悩や内面的な対話を感じさせる。彼の絵は彼自身を映し出した鏡だったのかもしれない。2005年2月21日、ベクシンスキーが自宅で鋭利な刃物で襲われ、命を落とすというショッキングな事件が起きる。犯人は10代の少年だった。少年が金銭を借りようとし、断られたことが動機だと言われているが、この事件の背景には多くの謎が残っている。例えば、なぜベクシンスキーのような孤高の芸術家がこんな事件に巻き込まれたのかという点だ。偶然だったのか、それとも彼の作品や人生に何か呪いめいたものが関わっていたのか。こうした疑問は彼の死をさらに謎めいたものにしている。君はベクシンスキーの絵についてどう思う？彼の描く世界を怖いと感じるか、それとも美しいと感じるか。それはどちらも正解だ。そして彼の作品を通じて自分自身の感情や考えを再確認することがアートを見る上での一番の楽しさだと思う。これからも彼の絵を見て様々な感情や考えを巡らせていこう。そしてもしベクシンスキーの絵を初めて見たという人がいたら、この機会に彼の世界に足を踏み入れてほしい。次回はさらに奇妙な謎を追うことになる。さらなる謎に挑む覚悟を持ってまた会おう。